ちょっと絶望的な気がしてきました。ここ車通るのかな。苦労してたどり着いた先にあるどうしても見たかった光景になります。はい、ということでアルメニアエレバン入国しました。見ての通りちっちゃいんですけどかなり綺麗な空港です。で今朝の3時半なんですけど、この時間でも入国審査の審査スペースは20個ぐらい空いてて、で空港の中のこの外のスペースのお店もかなり空いてるところが多いです。両替とかしたい場合はこの時間でも全然余裕でできると思います。ちなみに制限エリアの中の両替所より外の出てきた後の両替所の方がレートがかなりいいので、そちらで両替をするのがおすすめだと思います。ということでもう今日も遅いので早く休んで明日に備えたいと思います。ということで今日の寝床はこちらです。もうすでに朝の4時なので、もうこれからホテルに行くよりは明け方まで少しこちらで休んでから移動したいと思います。ということでタクシーに飛び乗ってここから240キロ離れたゴリスという町に向かってみます。ちなみにタクシーはこの辺りでよく使われているヤンデックス GO という配車アプリを使いました。いや、配車アプリで240キロも走ってくれるなんて普通じゃ考えられないですけどね。なんかガソリンスタンドと休憩所が一体化しているような場所に泊まりました。ここに年代物のクレーンゲームと動いているのが不思議でしょうがないコーヒーマシンがあります。ちゃんと使えるみたいです。ちゃんとドライバーの人がコーヒーおごってくれました。優しい。売店の中はこんな感じです。なんとなくやっぱり旧ソ連的な雰囲気が残ってる売店になります。コーラが300ドラムなので120円ぐらいですかね。自分の車体と同じぐらいの干し草乗せてます。ちなみに今の場所はこの辺、エレバンを出て1時間ぐらい走ったところです。ガソリン入れたばっかなのにいきなりエンストして立ち往生してます。かれこれ10分ぐらいボンネット開けたりして頑張ってくれてるんですけど、一向にエンジンがかかりません。ちなみにこの車かなり年代物のパジェロなんですけど、計器類はもちろん全部動いてないですし、なんならフロントガラスにはちょっとひび入ってます。長期戦になると思ったのか、ドライバーさんからは後ろにあららと山が見えるよっていう風に教えてくれました。エンジンかかりました。よかったと思ったら走り出した後、なぜか最高速度が50キロしか出ない状況になってます。なんで秘宝です。1キロぐらい走ってまた止まりました。大丈夫かこの車。なんとか動き出したんですけど、あと残り2時間半走りきれるのか心配です。その後は比較的順調に走りました。でドライバーさんがねかなり優しくていろんなものをくれました。これは多分現地のエナジードリンクだと思います。はい、一時はどうなることかと思ったんですけど、無事ゴリスに着きました。ゴリスの中心部はこんな感じです。結局予定より多分1時間ぐらいロスした感じで着いたんですけど、とにかく無事に着いてよかったっていうのが本音です。運転手さんもめちゃくちゃいい人で、英語全く喋れなかったんですけど、道中お菓子とか飲み物とかいただいてしまいました。今日のお宿はこちら、外観が石の作りになってます。部屋はこんな感じです。ものすごい年季の入ったブラウン管テレビがまだここに置いてあります。しかも日本が誇るソニー製です。ということでまずは腹ごしらえということで適当にアルメニア料理を頼んでみました。これがスープ、そして中に何かが入ってそうな焼きパンです。中にめちゃくちゃハーブとあとチーズが入ってます。こちらにも多分上にパクチーが乗ってます。
結構ハーブ強めの料理なのかもしれません。これはめちゃくちゃ酸味がありますね。薄めたヨーグルトを飲んでるみたいな感じです。正直個人的にはそんなに好きな味ではないです。ごめんなさい。そしてこちらがヒンカリ、結構一個一個が大きいです。蒸し餃子みたいな感じだと思います。完全に蒸し餃子と小籠包の合いの子みたいな感じです。今このゴリスの山の上にある修道院に行くためにケーブルカー乗り場に来たんですけど、なぜか閉まってるっていうで、修道院まで連れてってくんないってタクシーの運転手に言ったら、町に帰るって言って帰っちゃいました。で、この後どうすればいいのかって聞いたら、ヒッチハイクしてくれっていうふうに言われたんですけど、ここ車通るのかな。いや、今割と危機的な状況とはいえ、この景色を生で見れたのはだいぶ貴重な経験をしていると思います。いや、これはすごいわ。絶景としか言いようがない光景です。ちょっとこれ今日はもうギブアップします。ちょっとさっきのポイントからあと1時間半歩いて行かないと着かないってことだったのと、もう今3時で日没が近いのと、携帯の充電があと 40% ぐらいしかないんで、万が一のことを考えてもう戻り始めることにします。いや、ちょっと正直舐めてました。明日また作戦を練り直してこっちに向かおうと思います。なんとか無事に帰還しました。いやー、危なかった。めちゃくちゃ心細くなりますよ。あんなところで車通りも全然少なくて、本当に帰れるかどうかも心配になるレベルでしたが、1台通りかかってくれて、しかも一発でこのゴリスの町まで送り届けてくれました。めちゃくちゃ優しい大学院生の方でした。本当に感謝です。このゴリスの街を歩いてても僕以外の観光客の人全く見ないですね。ハイシーズンじゃないっていうのもあると思うんですけど、とにかく観光客が全くいません。泊まってるホテルも多分今晩は僕だけだと思います。街の商店で物価調査してます。ビールはだいたい瓶ビールで1本200円くらいです。ジュースがだいたいペットボトルで140円ぐらい。水は500のペットボトルが60円。はい。で、今日は夕食は宿の方で食べることにしました。あんまりゴリスの周辺に飲食店がなくて、宿だといろんなものがたくさん食べられるかなと思ってここにしたんですけど、ものすごい量です。パンも明らかにこれ1人分じゃないだろうっていう量が入ってます。ラタトゥイユみたいな感じなのかなと、野菜、やっぱりコリアンダーをいっぱい食べるみたいですね。これ多分卵料理かな。あっちの奥にあるのはちょっと何なのかよく分かります。では、スーパーで買ってきたアルメニアビールです。もう1本別のもあるんですけど、とりあえず2本買ってきました。メインっぽいのが来ました。多分ロールキャベツかな。これ明らかに1人分の量じゃないんですけど、すごいな。めちゃくちゃ豪華です。このロールキャベツにはこのヨーグルトソースみたいなのをかけて食べてねっていう風に言われました。味は日本のロールキャベツと似てるんですけど、やっぱりこのヨーグルトソースをかけると酸味がプラスされてめちゃくちゃ美味しいですね。味に深みが出ます。アルメニア料理やっぱり結構いろんなものにパクチーが入ってるのが普通みたいですね。これパクチー嫌いな人はアルメニアの旅行結構厳しいかもしれないですね。布みたいに薄いパンです。これもまたアルメニアでは一般的に食べられているパンみたいです。2本目も名前がちょっとよくわかんないんですけど、おそらくアルメニアビール。なんか両方とも結構癖というかなんかちょっと特徴があるビールですね。こっちはラガーだけど結構後味に癖があります。これはちょっと甘みがあるビールですね。
はい、おはようございます。朝食はこんな感じです。宿の料金に朝食がついてます。ここ1泊5000円ちょっと切るぐらいでこの朝食もついてるってかなり安いですよね。お得だと思います。ちなみに昨日の夕食は別料金でそれでも1600円ぐらいでした。めちゃくちゃ安いと思います。朝8時半の中央広場はまだ静かです。今日は昨日行けなかった修道院にリベンジしたいと思います。その前に午後の便のバスを事前に予約しておきたいと思います。正直バスステーションに行ってみないと、そもそもそのバスがあるのかで何時に出発するのかどこから出発するのかみたいな情報が一切分かんないっていうのがちょっと厳しいところです。多分この607っていうバスがエレバン行きだと思います。これが9時の便だと思うんですけども、次の便は果たしてあるのかないのか。チケットを買いました。やっぱり1日2本ここから出てるみたいです。9時とあと4時のバスがありました。なんか昔の情報だと3時って書いてあったんですけど、やっぱり来てみないと最新の情報は分かんないですね。本当だったら昨日のうちに修道院を見て今日の朝9時のバスでイエレバンに帰るはずだったんですけども、ちょっとそこは予定を調整して夜のバスで帰りたいと思います。ここまで来て修道院見ずに帰るっていう選択肢はないんで、それしか実質残ってないですね。はい、で修道院までなんですけど、結局タクシーをチャーターして行くことにしました。街にいるタクシーに値段を聞いて9000っていうふうに言われたので、それで向かいます。で結局ロープウェイ自体の値段がまず往復で9000なんですよね。でそこに行く足とそこから帰ってくる足を考えたら、正直チャーターして行った方が多分安上がりになると思います。でどうしてもケーブルカーに乗りたい人はもちろんケーブルカーに乗るっていうのも観光の一部としてありだと思うんですけど、もう昨日散々歩いて景色見たので僕はケーブルカーもういいです。ケーブルカー今日は多分動いてるはずです。月曜日は毎週休みみたいですね。事前に調べとけば昨日みたいなことにはならなかったんですけど、昨日も思ったんですけど、ここすごいですね。多分崖崩れがあって今処理作業してるところみたいです。Zahla Gorta. Peter Serrano sei もうね、拉致が開かないので引き返してもらうことにしました。結局ロープウェイで行くのが多分一番安全で一番なんていうかちゃんと行けるルートだと思います。少なくとも今は多分そうだと思います。いや、この修道院行くの難しすぎるだろう。レベルがたまたま多分運が悪かっただけだと思うんですけど、とにかくなんかついてないですね、ここは。はい、でケーブルカーのチケットはここで買えます。で一体どこにこんなに人がいたのってぐらいめちゃくちゃいっぱい人がここにいるんですけど、そのせいもあってか乗る時間がですね、あと1時間先じゃないと空いてないっていうふうに言われました。でラウンドトリップで往復で買うと、若干安くなるので往復で買ったんですけど、その時帰りのチケットの時間も指定することになります。ここから見える景色もまた絶景です。いや本当に一筋縄ではいかないっすわ。もっと簡単に行けるはずだと思ったんですけどね。何はともあれ行くことができるということが確定したので良かったです。問題は帰りここから町に帰る便があるのかないのかっていう話なんですけど、多分またヒッチハイクをすることになってしまうと思うんですけども、向こうからこっち側に来れなかったら当然町に帰る車もないっていうことだと思うんで、ちょっとそれが心配です。5分前になりましたのでこの乗り場の前で待機します。ちなみに今の気温は18度です。このケーブルカー一応世界最長距離の
レコードを持ってるみたいです。いや、めちゃくちゃ怖いな。安全性は信用するしかないです。Urachen fortunetes atravesciò Grazie visire con il Giacomo e Sashari Amna Giacomo はい、ということでケーブルカーから見える景色はこんな感じ。先ほど落石があったところもスイスイ上空からすり抜けていきます。いや、最初からこれに乗ってればね、もっと簡単に行けたと思うんですけどもね、皆さんは絶対にケーブルカーを使いましょう。ちょうど昨日途中で引き返したポイントがこんな感じ。谷底になってるんですよね。いや、こりゃ歩いていけないわけだ。というか、みんなは歩いていかないようにしてください。危ないです。はい、10分で楽々頂上に着きました。なんて簡単なんだ。今までの苦労は一体何だったんでしょうか。あんな崖崩れが起こるような峡谷を越えた上にこんな整備された場所があるなんて考えもしませんでした。結構いろんなお店とかもあるみたいです。行きたかった修道院はもうすぐそこにあるんですけども、こっち側にここを登るとですね、いい景色が見れる場所があるみたいなので、まずはそっちを目指したいと思います。はい、皆さん、こちらが苦労してたどり着いた先にあるどうしても見たかった光景になります。峡谷を越えてはるばるここまでやっと来れました。修道院の前でシャワルマいただきます。当然ですけど安定のうまさ。もうシャワルマがまずいなんてこと絶対ないですからね。シャワルマにもたっぷりパクチーが入ってる。パクチー大好きな自分からしたらすごい嬉しいです。いや、ここね、来てよかったですわ。すごい苦労して2日かけて来ることになったけど、結果的には本当に来てよかったなっていうふうに思います。さて、麓の発着所まで戻ってきました。あとはここからゴリスの町に帰る方法をちょっと探すだけです。方法といってもね、方法は一つしかないんで、あとはもう泊まってくれる優しい人たちを待つだけです。はい、じゃあね、ゴリスに無事戻ってくることができました。いやー、よかった。本当にね、優しい人っているんですね。ということで、身支度も終えたので、これからエレバンに帰ります。ということで、ゴリス編もこれで終わりです。これからエレバンに戻って、そこで数日また滞在する予定なので、その動画も出せたらなというふうに思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。次の動画もよろしくお願いいたします。